皆さんこんにちは。優しい日本語のポッドキャストへようこそ。さくらです。9月になりましたね。昼はまだ暑いですが、朝と夜は少し涼しい風が吹くようになりました。空を見ると夏とは違う少し高い空が見えます。トンボが飛んでいるのを見ると、秋が来たなと感じますね。今日はそんな季節が変わる9月になるといつも思い出す話があります。私のおばあちゃんの庭の話です。その小さな庭は私に大切なことを教えてくれました。終わりは悲しいことだけじゃない。そして変わることの中にもいいことがある。今日はそんな話をしたいと思います。私の祖父母の家には小さいけれどとても素敵な庭がありました。子供の時、夏休みにその家へ遊びに行くのが一年で一番の楽しみでした。おばあちゃんは野菜や花を育てることがとても上手な人でした。夏のおばあちゃんの庭はまるで緑色の宝石箱のようでした。太陽の光をたくさん受けて、トマトは本当に真っ赤で甘かったです。キュウリやナスはいつもピカピカに光っていました。庭には小さな椅子があって、私はよくそこに座って、おばあちゃんが庭の仕事をするのを見ていました。おばあちゃんはいつも古い麦わら帽子をかぶって、楽しそうに草を取ったり、野菜に水をあげたりしていました。時々、さくら、一番大きいトマトを取ってごらんと言って、私に収穫を手伝わせてくれました。自分で取ったトマトをその場で食べた味は、今でも忘れることができません。私にとって、そんな元気なおばあちゃんの姿は、夏、そのものでした。とても明るくて、力があって、この楽しい夏が、ずっと、永遠に続くものだと、子供の私は信じていました。私が大学生になった年の9月のことです。夏休みがもうすぐ終わる頃、久しぶりにおばあちゃんの家を訪ねました。その年、おばあちゃんは夏の初めに少し病気になって入院していました。だから、夏の間、庭の仕事をすることが全然できませんでした。私が庭を見てみると、あの元気だった夏の庭はどこにもありませんでした。大好きだったトマトの木は茶色くなって枯れていました。キュウリのつるも元気がありません。庭には私が名前を知らない草がたくさん生えていました。まるで誰も住んでいない家の庭のようでした。とても寂しい景色でした。おばあちゃんの夏は本当に終わってしまったんだ。私はとても悲しくなりました。昔のように元気に庭を歩いていたおばあちゃんの姿と、この寂しい庭の姿が同じに見えたからです。庭だけじゃなくて、おばあちゃんも元気がなくなってしまった、と感じて涙が出そうになりました。おばあちゃんは家の中からそんな私を見ていました。そして、さくら、よかったら庭を少し片付けるのを手伝ってくれる、と静かな声で言いました。私は、わかったと返事をして庭の片付けを始めました。枯れた野菜の木を抜いたり、たくさん生えた草を取ったりしました。片付けをしながら、私の頭の中にはずっと前の夏の日の思い出がありました。この場所で食べた冷たいと的の味。キュウリをたくさん取った時のおばあちゃんの嬉しそうな顔。もうあの夏は二度と来ないんだと思うと胸がぎゅっと痛くなりました。どうしてずっと同じじゃないんだろう。どうして楽しい時間は終わってしまうんだろう。私はそんなことばかり考えていました。
1時間ぐらい経った時でしょうか。私が枯れたナスの木の近くを片付けていた時、土の中から何か丸くて紫色のものが見えました。なんだろう、石かな？不思議に思って手で周りの土を掘ってみました。すると、それは石ではありませんでした。大きくて、とても立派なさつまいもだったのです。びっくりしました。私は一つだけだと思いましたが、その周りの土を掘ると、次から次へと、たくさんのさつまいもが出てきました。まるで宝探しのようでした。私は驚いて、その中で一番大きいさつまいもを持って、家の中にいるおばあちゃんのところに走りました。おばあちゃん、見て！こんなに大きいさつまいもがあったよ。庭にさつまいもがあったなんて。知らなかった。おばあちゃんは、私が泥だらけの手で持っているさつまいもを見て、とても優しく笑いました。そして、こう言いました。そう、よかったね。トマトやキュウリが終わるとき、みんなが見ていない土の中では、このさつまいもたちが静かに大きくなっていたんだよ。夏の間、私が水をあげられなくても、雨の水を吸って、頑張って大きくなったんだね。私は、その言葉の意味がすぐにはわかりませんでした。おばあちゃんは、窓の外の寂しくなった庭を見ながら、続けました。見てごらん。夏のひまわりは終わってしまったけれど、庭のあそこには、金木犀の木があるでしょう。まだ花は咲いていないけど、小さいつぼみがもうたくさんできているよ。もうすぐとてもいい香りがする。目には見えないけれど、地面の下では秋に咲く他の花の球根も静かに出番を待っているんだよ。そして私の目をまっすぐに見て、こう言いました。さくら、どんなものにも季節があるんだよ。夏には夏の素晴らしい輝きがある。でも、夏が終わらないと、秋の美味しい食べ物や、綺麗な花はやってこないんだ。終わりは、次の始まりの準備なんだよ。だから、寂しいことだけじゃないんだ。その言葉を聞いて、私はハッとしました。私は今まで、庭の終わりだけを見て、悲しんでいました。トマトが枯れたこと、庭が寂しくなったこと、それだけを見て、もう何もかも終わってしまったと思っていました。でも、おばあちゃんの言葉で、その枯れた葉の下で、新しい季節が、新しい命が、静かに始まっていたことに、初めて気がつきました。おばあちゃん自身も同じでした。昔のように、元気に庭の仕事はできなくなりました。それは、おばあちゃんの夏が終わったということかもしれません。でも、その代わりに、部屋で静かに本を読んだり、私たち孫のためにセーターを編んだりする時間が増えました。それは、夏の季節とは違う、静かで暖かい、秋のような時間でした。それも、おばあちゃんの新しい素敵な時間なんだと、私はその時わかりました。その日の夜、私たちは庭で採れたさつまいもで大学芋を作って食べました。おばあちゃんが作り方を教えてくれました。甘い蜜が絡んださつまいもは夏のトマトとは全然違う優しくて深い味がしました。今日のお話はここまでです。もし今、あなたの人生で何かが終わったり、変わったりして、寂しい気持ちの人がいたら、少しだけ考えてみてください。目に見えるものが終わってしまっても、目に見えない場所では、次の季節の美しい何かが、静かに大きくなっているかもしれません。それでは、
また次回の優しい日本語でお会いしましょう。さようなら。